Please use English subtitles. よちょんワンツーム。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回レビューするのはカシオのオシアナスというブランドの時計。海外では知らない人も多いかもしれませんね。オシアナスは今まで繊細なイメージの時計を作ってきました。がしかし今回そのオシアナスからダイバーウォッチが初めて作られたのです。早速チェックしましょう。今回紹介する時計はこちら。カシオオシアナスの OCW-P2000C-2AJF です。ダイヤルカラーはメタリックな深い青色。ちなみにソーラーパネルが内蔵されています。このディープブルーのダイヤルの上でオシアナスのロゴが光り輝いています。一番初めに目がいってしまうのはこのベゼル。サファイアガラスが使われているこのベゼルは光を鏡のように反射し、光り輝いています。秒針の先端には白色の塗料が塗布されています。カーボン製の自身粉芯。太くととても見やすいですね。そして立体的なインデックス。立体的で迫力を感じます。3時の位置にあるスモールダイヤルの上にはゴールドカラーのクジラのマークがついています。私の予想ではこれはマッコウクジラをモチーフにしています。そして8時位置にあるスモールダイヤル、ワールドタイム機能になっていて他の国の時間を簡単に知ることができます。ちなみにスクリューロッククラウンを引っ張り出し、こんなに簡単に各国の時刻を表示させることができます。マルチバンド6がついているので、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、そして中国の電波を受信することができます。ダイバーウォッチといえば夜光塗料の光り方が気になりますよね。海の中では見えなくなる可能性もありますからね。インデックスや針は真っ白の塗料が塗ってあります。それがどのように光るのかチェックしてみましょう。夜光塗料がどのように光るのかというと、このように光ります。大きくて見やすいですね。青っぽく映っていますが、私の目にはもう少し緑色に見えます。秒針の先端は夜光塗料ではなかったみたいですね。スモールダイヤルも光っていません。海の中ではこの方がシンプルで見やすいので良いと思います。スーパーイルミネーターがついているので光らせてみます。正直こんなに短い時間しか光らないのでは使いにくいのではと思ってしまいます。私の意見ですが、30秒くらい光り続けるように設定できると使いやすくなるのかなと思います。このベゼルは逆回転防止ベゼルになっています。回してみましょう。割と軽い回し心地です。
いろいろな時計メーカーによってこの回す時の硬さや音って違うので面白いですよね。このガラスはサファイアガラスになっています。内面無反射コーティングとラウンドした形状のガラスにより、こんなに横から見てもクリアに針を確認することができます。バンドはデュラソフトバンドというもので、耐摩耗性や加水分解に強い仕様となっています。ラグ幅は 22mm です。なんとラバーバンドにもかかわらず、バックルはこのようなものがついています。このバックルはチタンでできています。なので軽いです。この独特なバックルのおかげで、まるでメタルバンドのように扱うことが可能なのです。それではケースを見てみましょう。ケースはこのように複雑な形状をしています。ザラツ研磨が行われているので、こんなに複雑な形状のシェイプにもかかわらず、とても綺麗に仕上がっています。材質はチタン。軽いです。そして本来傷がつきやすいチタンですが、チタンカーバイト処理をしているので、傷にかなり強くなっています。この黒っぽいベゼルにも DLC 処理が行われているので、傷にとても強いです。ケースバッグは星型のネジで留められています。本来4本のネジを8本に増やして防水性能を高めています。クラウンを含まないケース幅は 48.5mm、 ラグからラグは 51.8mm、 厚みは 15.9mm、 材質がチタンでバンドがラバーなので 111g ととても軽いです。腕回り 170mm の私がつけるとこのような雰囲気です。少し私の腕には大きい気がします。しかしとても軽いです。このバックルは簡単に長さを変えることができるので、あなたの腕に合わせてもっとフィットさせることができそうです。いかがでしたか？今までのオシアナスにはない雰囲気の時計でかっこいいと思いませんか？私はオシアナスの青色とても好きなので、オシアナスにはこれからもいろいろなモデルを出していってほしいなと思っています。このチャンネルではこんな感じで最新の時計のレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。